ちょっと左の方が歯出過ぎっていうことないけど、もうミクロン単位で、こっち10だったらここ13とかそんな感じなんだけど歯こう調整した時にもうこれ何ミクロンいけるかなとかっていうのは、慣れてくればねそういうのできるんで、もう一発目でだいたい何ミクロンくらいかなとか。必ずカンナって左右同じ歯の出具合にするんだけど、台との関係だったり木との関係でどっちかがちょっと多く出たり厚く出たりとかするんで、ちょっと調整ね微調整何でも仕事って慣れればね、90センチの1800のテーブルとか作ることもすごく多くって、そうすると、縦方向にはほとんど高さのムラが少ないんだけど、こう幅方向にっていうのは定規当てたりするとすごくこう波打ってるんで、もうミクロン単位で平滑にするったらやっぱり薄削りってうまくできないとダメっていう感じ。柱なんかでもこのカンナで1回でいかないんで2回3回でいくけど、1回でいけば刃をまっすぐに研げばきれいに120が横に平らなるんだけど、こういう寸八でかけて2回とかかけると傾いたり段がついたりするよね。そういうのもなるべくつかないようにたらやっぱり薄くして実は段差ついてるんだけど、あまりにも1ミクロン2ミクロンの段差だったらほとんど手で触ってももうわからないとか、だからそれがすごい100ミクロンとか50ミクロンとか極端に言うと厚いとその段差も明確に出て汚いよね仕事がね。だから薄削りってすごく大事なもの。そういういい仕事になってきて職人さんが全国から集まるようになってくるとやっぱり高い技術の差が出てくるんで、やっぱりそういうところでもだから自分の場合は普段の仕事っていうのは何を考えてやるかっていうと、そういういっぱい人が集まって競った時に職人としてやっぱり絶対負けたくない部分があって、だから見えないライバルと毎日戦ってる感じ歯立たないっていうことになると悔しいよねやっぱり。それがおそらく職人なんだと思います。切れなくなればなるほど押さえつけないとかかんないんだけど、切れてるうちはそーっと手を置いてカンナの重さと手の重さくらいでいいけど、切れなくなるとなんか歯が食い込まないんで力入れなきゃいけなくなってくる。今のところすごい切れるんで、そーっと台を引っ張ってるだけでもう切れてしまう感じ。この木の幅がここの中心にいってるかどうか、右左寄らないのか、あとカンナくずが途切れる感じしないのか、そういうところを見てて、逆目になると音が高くなる、ガサ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 、そういうふうになってくるとちょっと早く弾くと逆目がすごく大きく起きるんで、ガサガサっと荒れた感じになったなと思う時は今度スピードを落とす。スピードを落とすだけで逆目ってちょっと止まってくるんで、だからそういう自分のカンナはね、人のカンナよりここ3ミリくらい薄いの。3ミリ4ミリ。それは何かっていうと、音で伝えたり手の感触でガサガサっていうのを伝えるために、厚かったら厚いほど伝えてくれないの。だからこれ以上薄くするとまた反ったりしやすいんで使いづらくなる。それはスピードだったりするの。あとカンナの研ぎの切れ具合とか、同じカンナでも逆目を同じカンナで同じ刃の出具合でも逆目止めたり起きたりっていうことができるんで、
やっぱりそういう今どういうところを刃が通ってるのかを確認しながら、刃がこう切る時の音を聞いて対処してる感じ。まあ逆目の留め方っていうのが何種類かあって、刃を切らすこと、そんで台の白地をちっちゃくすること、だいたい40ミクロン前後、まあ髪の毛が普通の人の髪の毛1本分くらい。そうすると台と刃が押さえる位置と刃先が近いんで、刃物が入ってって割るっていうことがなくなってくる。もう近くっても無理やりこうカンナくずで起こされて切れてくる感じ。白地がちっちゃいともうかなりもう一番こう止められると思う逆目で、白地広がるとどうするかっていうと、もう白地が1ミリくらいになっちゃうと逆目を切るようになります。その時は今みたいにゆっくり引くのと裏座っていうのが、これがここにあるのが裏座っていう、これを刃先の髪の毛1本分くらい、やっぱり40ミクロンくらいまでこう接近させてゆっくり引くと、刃自体が今まで本刃の研ぎって28度くらい、それに、裏座の研ぎっていうのがだいたい22、3度、その2つが鈍角合わさって鈍角になるんで、今度刃が木の方に一方的に入んなくなってくるの、鈍角なものになるんで、そういう場合も逆目が止まる。でもそれは対処法であって、一番根本的に止めるのはやっぱり白地がちっちゃい40ミクロンくらいっていうふうな白地を作ればすごく逆目は止まります。そこにいつもしのぎを削ってる感じ、仕事としては。こうやって見ると白地の隙間が見えないよね、ほとんどね。でもこうして見るとちゃんと光がね、そう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 、だから光を見たりしてるよね我々って。やっぱりすごい最小のちっちゃい口にするったらね。これはヒノキ、吉野ヒノキ120で、このカンナは刃幅が174あります。だからちょっと余ってますよね、こっち右左ね。これ何を落としてんだろう。これでも13ミクロンとかあんだよ。これでも測ってみます。はい、これやっぱり13、さっきたまたま12、10、ムラがありますね。9。これ内のりとかやっぱり2回引っ張るよりは1回で引っ張った方が綺麗な時があって、その時はこれはさほど難しいかなではないんで、普通にまあ寸八からしてみるとちょっと倍くらいはあって研ぐのが、でもすごい難しいっていうわけじゃなくて、敷居とか鴨居とか、あと枠材、まあ枠材って180とか大きいのになるともうこれではかかんないですけども、まあ120くらいの柱材とかそういう大きいものはこれでかかります。もう一発でいくんですごいきれいにいきます。一般的にあんまり良くないっていうふうな仕込みっていうのは、押さえ溝じゃなくて、ここの上とここの下、背中の方にだけでこう
カンナバを押さえてしまうんですごくガタが出やすい。仕込み悪いともうずっと手前からガンガン叩いてずっと送るっていう感じに一般的にはなってて、自分はそういう仕込み嫌なんで押さえ溝の中できっちり収まるようにしてて、ガツンと入れた時に台の1ミリ手前くらいで止まって、その1ミリがそのくらいをコンコン叩いて、そうだね、もう今まで台も何百丁も自分は仕込んできてるんで、きっともう手慣れてて、普通にいつも朝晩ちょっと時間空いた時に仕込んでて、今持ってるカンナも全て自分で仕込んだものしかなくて、やっぱり自分で仕込まないと全く使い物にならないんで、これも最近作ってるものを全部粗彫りしてこの状態で寝かせておくと、切ってここにこういうふうに粗彫りすると小口目の断面が出てくると、ここから乾燥が始まって、こっちからもまた乾燥、こっちからも乾燥、後で狂わないようにもう修正台作ったらなるべく早く粗彫りしておいて、この状態で何ヶ月間か置いて今度しっかりこういうふうに仕込むっていうことをしてます。カンナの刃のここの厚みがあります。ここは必ずテーパーがついてます。でこっちが厚くてここ薄くて、そのテーパーを台掘る前にちゃんと寸法ではこういうふうに出すんですけども、それを掘りながらここの押さえ引きでここを引くんですけども、それもなかなかいい押さえ引きがなくて、おそらくこれ今までいろんなものを使ったんだけど、この押さえ引きがすごいよく切れて、刃が横刃でも縦刃でもなくカシの木とかにめっちゃ食いついて切れる、そういう正確にいくいいのこを手に入れて、この押さえ引きの墨をつけたら、墨もおそらく鉛筆でつけると30ミクロンとかなんだけど、その半分を残してノコ引けるようないいノコを手に入れて、ここを引いて完璧な状態でここを背中を彫っていくっていう感じ。緩くしないようにとにかくじっくりちょっとずつ彫りすぎて厚みがこの一定のきれいな厚みで彫んなきゃいけないのをちょっとのみで深くすると緩くなっちゃいますよね。そうならないようにでものみを使ってるとのみの刃先の行き先って見えないところに彫っていくんで、最初あんまりうまくいきません。そんで慣れてくるとその加減がすごくできるようになるんで、なるべく深くいかないように粗彫りをしておいて、あんまりきついのを打っちゃうとここ割れが生じたりするんで、こういうところにね割れないように、でもちょうどいい硬さで収まるようにある程度経験積まないと、これも塩梅加減がうまくいかないと思います。こういうふうに定規を当てると決して平面ではなくって結構波打ってるんで、あまりにもこの凹凸が激しい場合はここをヤスリをかけてフラットにします。叩いて3ミクロン出るか全く出ないか、すごい強い力で叩かないと出ないとか、ちょっと戻す時にうっかり結構戻ったりとか、そういう関係性っていうのは押さえ溝のここの当たるここの面とこの背中の関係になってくるんで、ここ全く隙間がどう見てもない状態にしてから背中を彫っていくっていうこと。そうするともうどんな軟削材でももう白地ちっちゃかったらもう完璧な状態で仕上げられるんで、押さえ溝のここってすごく大事。それとここがここを描くとね、こういうふうに描いてこの面がつくがっちりついてる感じなんです。
全部つければいいっていうものじゃなくて、ここを開けないと、ここついちゃうとここが刃先が遊んじゃうんで、20ミクロンとかそのくらい開いてて全然いいと思います。まあ髪の毛1本分で40ミクロンとかなんで、そのくらいはもう完全に開いてていいと思います。だから全部つければいいっていうものでもない。つける場所と触れてる場所と隙間を開ける場所っていうのが背中の中にあります。これはくずだまりって、ここくずだまり全体をクズがたまるとこそういうんだけど、ここに関しては別にこれがもっと奥にあってももうちょっと手前にあっても、カンナくずがきれいに抜けてくれば、それと抜けてくればいいだけなんだけど、ここを既製品っていうのはこの辺から斜めに取ってます。そうすると大事なのがここの口のこうなってますけども、ここが直角に分厚い感じ。既製品はこうなってこうなってるんで、ここがすごくペラペラしちゃって、ここ薄くて、そうするとここってものすごく大事で安定してもらいたいところがここなの。ここはすごい大事なんで、ここのためにこういうふうにちょっと狭くしてます。下歯ってカンナって歯の青髪とか白髪とか輸入香のスウェーデン香とかいろんな鋼があるんだけど、でもカンナウって何が大事って言ったら、台の仕込みがもう8割9割、仕込みと台の下歯だから、おおよそ鉄で鋼ついてれば大体切れるっていう感じ。カンナはこの下歯に関しては安定するように、ここはおよそ1センチくらい平面でつくようにして、ここも1センチくらいこう平面でつくようにして、ここもそのくらい、もっと安定させるんだったらもう2センチくらいでも構わない。でこっちは髪の毛1本分くらい全体にこう下がってれば、こことここが平行じゃなきゃいけないんで、ここをすごく厳密に平行にするために、ねじれてたらガタガタしてカンナくずが途切れちゃうんで、ここ刃先と大尻はものすごい平行、完璧な平行で、この中を40ミクロンとか30ミクロンくらいこうすいてれば、カンナっていうのはおよそすごいきれいにかかると思います。そんで自分の台は普通よりちょっと長いんです。これはこう普通はね30センチぐらいなの、普通の台っていうのは。これ39センチ、38.8 くらいあるんだけど、普通は30センチ、たったの9センチくらい長いだけで、ここの直線がもうめちゃくちゃこういい直線になってくる。これが30センチとかもうちょっと短くなって、昔だったら9寸270とかのカンナなんだけど、だんだんカンナって長くなってきてます。おおよそカンナの台が長くなってもカンナってかかるようになってきた。かけるものがフラットになってきたんで、昔だったらもうめちゃくちゃなんで、一度丸カンナ外丸っていうので横ずりしないともうかけれないくらい、そういうものもあったらしいんだけど、今はおおよそ機械でやるんで、ずっとやっぱり昔からしてみるとだんだん長くなってきてますよね。自分の場合は、テーブルとかすごく正確にものを作りたいんで、すごいもう一般のものよりは9センチは長い。そうするとものすごく安定してかかるようになってくるんで、みんなその分ね、なんか扱いづらいんじゃないの、長いとこうカンナ扱いづらいとか、長台に近いんでこう台直しが大変とかって言うんだけど、もう全くそういうこともなく、使い慣れるともうこのカンナじゃないと、短いとなんかすごいこうなぞってもう何でもかかっちゃうんで、フラットが全く出なくなっちゃうよね。そういうのがあって、自分はこの長さっていうのに今は落ち着いてます。
台を直すとなれば、立ちガンナっていうこういう直角に立ってるもの、それともうおおよそ一般的なものはこんな感じで、こっちがもうちょっと短い。で自分はそういうのも嫌なんで、こう台をこう乗せた時にこう全く全部乗る。でこう外した時もまだ全部残ってる。こういうふうな安定した台ならしを作りたいために、自分で全部白地をかけるもの、中を粗くかけるもの、大尻をかけるものって粗さが全部刃の出具合を調整してこう置いてます。で一番微調整なここっていうのはちょっとしか刃出てなくって、こういうところ後のところはちょっと刃を多めに出したもの、粗削りしてこう最後こう横ずりっていうのは荒れてしまうんで、それをさらに細くして仕上げていく感じのもので、こういうふうに台ならしも粗削りから仕上げまでいっぱい持ってるんだけど、みんなこういうことをしないんで、だいたい台ならし1個しか持ってなくって、もうここもここもここもみんな同じもので削るんで、おそらくすごく荒れたものになってくる。もっとこれもすごく台ならしが大事で、まめにここもフラットにしておかないと、ここフラットじゃないものでこうやってると、いくらやってもここがフラットにならない。もうフラットに刃だけが、2ミクロン出したら2ミクロン台より出てるっていう感じ。台ならしはそうじゃなくって、そこをね引っ込めてしまうと全部歪んでしまうんで、ここをフラットにするたら、こっちがフラットじゃないと、フラットなものに刃が出てる状態にしておかないと、ここがこう引っ込んでたり出っ張ってたりすると、絶対ここがこうただ引いてもまっすぐにならない。だから台ならしの場合はここは真っ平ら。これもよく狂うんでまめに台ならししてます。でこの台ならしがこの台より難しいんで、気をつけないとなかなかこう一面フラットにはできないんで、これが難しい。こう今ここまであるけど、使い込んで減らすとこうなるよね。こうなっていくよね。そうすると刃出っ放しになるよね。ところがそれはそれで何のためにここにテーパーついてるかっていうと、研いでいくときつくなってくる。そんでここの減り具合とこのテーパー具合っていうのがすごくうまくまたできてて、だからもう研いでいくとどんどん刃がなくなっていくとテーパーがきつくなるよね。そこまでいかなくなってくるけど、こっちはまたいかなくてもいいように台減ってくるんで、そんで昔からね、この穂に対してカンナの台がもう5丁とか10丁って言われてるの。掘って新しいの掘って白地大きくなったら交換するのによくそう言われてます。でも自分は最近はそういうのがすごく嫌なんで、白地大きくなったらここの表面だけこう3ミリ4ミリくらいのものを貼り付けるようにしてます。そうすると全部掘らなくていいんで、それでまた口をちっちゃくなるんで、そういうふうにここを何枚もこう剥いでます。これで常に今こうね何度なってるかっていうと、こんな感じで、今これたまたま28度ですけども、こういうので淡くって仕事をしてるとどうしても刃先の方を縦気味で研いで鈍角になっていくんで、また途中で修正したり、ここのに対してここが傾かないように台にこう合わせて、どっちが高いのかこっちを多めに研がなきゃいけないとか、そういうふうにこう刃外す時にそういうふうなのを確認して、こっちを多めに研ぐ。で角度はこういうので見て、ちょっと立ちすぎたからもうちょっと寝せようとか、寝せすぎだからもうちょっと立てようとか、そういうふうに定規もすごく当てにしてます。裏座っていうのはみんなこ
意外とねこう追い込んでこういくとここからカンナクズが入ってきてここに出てくるっていうことがすごく現象が起きます。そんでこれギュッと押さえれば押さえるほど実は刃先ってこう押さえれば押さえるほどこうくっつくと思うんだけど、実は押さえれば押さえるほどこうなんかこうなればこう刃先がこう浮いてくるような状態になります、カンナっていうのは。そんでここからおそらく1ミリ2ミリのところがついて、その刃先が薄いもんだから上に上がってきます。その間からカンナくずが入ってここの間から出るようになってきます。そんでカンナくずこんなところから出てくるんだからこれ緩いんだなと思って、もっとこれをね叩いて曲げてギュッときつくしても、きつくしたらきつくするほど実はカンナくずここから入ります。だからそれを防ぐために大こう入れたらあと1ミリくらいのところでこう止まってますよね。そんでこう裏座をこう入れるとほとんど刃先まで裏座がいくような感じの緩さ、これじゃないとカンナくずが裏座の中に入ってきたりします。だからみんな硬すぎて裏座の中にカンナくず入るようになります。だから裏座は決して硬く仕込むものではなくて、柔らかかったら柔らかいほどいい。逆目止める時追い込みたいんで、自分の場合はもう40ミクロンとかギリギリまで追い込みます。それ以上追い込むと艶がなくなって渋くなって引きづらい。自分のは22度くらいで段はついてません。全部こう一般的なものって段ついてます。で二段刃が正しいものだと思ってみんな大工さんって二段にこう研いで二段刃になってますけども、俺はまあ決してそういうことはしなくて22度くらいでもうまっすぐカンナと同じようにスパッとこう研いでます。